Hi guys! It's Seigo and Ben と今日はるかに来てもらってます。はーい。で、今日ははるかは今アメリカでベビーシッターのね仕事をしてて、今日はちょっとその、ベビーシッターだけどオペアっていうものをしているので、それについてのちょっと質問とかをちょっとはるかにぶつけてみたいなと思います多分この動画長くなると思うのでパート1とパート2に分けると思うので、ぜひパート1見た後はパート2も見てください。じゃあ質問に行きますじゃあまずオペアっていうものについて知らない人がいるかもしれないので、ちょっとじゃあオペアっていうのはどういうものかちょっとはるかに聞いてみたいと思います。オペアはオペア専用のビザがあって、でそのビザでアメリカに来て住み込みで子どもたちのお世話をしながら少しお小遣いぐらいのお給料をもらって、で働いて子どもたちのお世話をする代わりにお部屋と食事がついてきて、そういうカルチャーエクスチェンジとベビーシッターを掛け合わせたような留学の形です。ベビーシッターとまたオペアは違うんだよね。ちょっと違うかな。ベビーシッターの人多分ある程度経験があるのかもしれないけど、オペアも経験が必要だけど、アメリカからしたらちょっと国際交流も兼ねてる感じなのかな。だから他の国の子たちがアメリカに来てベビーシッターをしながら英語を学ぶとかアメリカのカルチャーを学ぶっていうのも多分視野に入ってて、そういう交換になってると思います。じゃあ質問ね。仕事をする場所を探し始めた時期と行くどのくらい前からそのファミリーを探し始めたか。ファミリー探しは多分1年前とかからする。もうエージェントに登録して1年とかもっと前から探し始める人もいると思うけど、すでにオペアがいる人も次のオペアを探すために半年前ぐらいから動き始めるって聞いたけど、私もだから会社に登録したのはすごく1年前ぐらいだったんだけど、動き出したのは6月ぐらいからで、自分のプロフィールを私が登録したエージェントに載せてもらったのは 2,3 ヶ月前からっていう感じ。結構すんなり決まるもん。その人によってばらつきとかある。半年経っても見つかんないとか、1ヶ月で見つかっちゃう人もいるとか。もう多分それはもう自分が決める次第だから、多分登録してから私の会社が登録した会社は自分のプロフィールをウェブに載せて、でそこからファミリーが探してくれてインタビューを申し込んでくれるのを待つっていう形だったから、インタビューのリクエストが来る時期もあったし、来ない時期もあって、でも最初の方は3,4 個ぐらい来て、でお話しして決めたけど、だから多分どの時期が一番いいのか分からないけど、多分区切りの時期がいいんだと思う。本当は探す時期、アメリカの学校が始まる前の時期とか、9月とか、あと夏休みに入る前の時期とか8月とかちょうど始まる前に、夏休みがやっぱりベビーシッターがすごい欲しい。お家が多いから子供がずっと家にいて、3ヶ月ぐらいアメリカだから 2,3 ヶ月休みだもんね、子供たちが夏休みだと。夏休みがこれから夏休み来るからねドキドキしてる。何しようと思っていつも。ネタ探し大変そうだね、遊ぶ保護作とか準備が。エージェントはどうやって選んだの？私はあんまり調べずにというか値段とかその時に探した時にちょうど大阪で、神戸出身なんだけど大阪で説明会があるところがあったから、ここにしようって思って、私小さい会社の方がいいかなって思ったから小さい会社にしたけど、結局やってみたら値段もあんまり変わらなかったし、私が登録したエージェントは行く前に8時間オンラインの授業が全部英語でバーってあって、テストも合格しないといけなくて、パソコンだけの授業だったから、あんまり分かりにくいところとかもいっぱいあったまま終わっちゃったけど、他のエージェントはちょっとパソコンの勉強とかもあってからアメリカにまずニューヨークで集まって、でニューヨークでちゃんと研修があってからっていうエージェントもあって、でそういうエージェントの方が良かったなって今は思う。ニュー
ニューヨークで集まってそこでオペラの友達もできて、そこからみんないろんなとこに行くからすでにもう友達がいるわけで旅行とかもできるし羨ましいなって。じゃあもう選ぶエージェントによってうん結構違うんだ。違う、全然、うん、だって言ったら私のエージェントのコーディネーターさんはミーティング月に1回あるやつ迎えに来てくれたりしないけど、他のエージェントのコーディネーターさんは車で迎えに来てくれてとか、すごいそのミーティングも内容のあるものだったりとか、オペア集まるオペアの数もすごく多かったりとかあるから。じゃあいいエージェントに恵まれると結構充実したオペアライフがだと思う迎えられるんで、じゃあオペアをやるにはその英語力とかどのぐらいが必要？それはなんか本当に選ぶ過程によると思います。でなんか私が感じたのは、私が登録した会社にいた家族がそうだっただけかもしれないけど、日本人を探してる家族はだいたい日本語だけ喋ってほしいとか、日本語を教えることに重点を置いてる家族が多くて、だから英語喋れない人が来てほしいって言ってた家族もあったし、だからそういう家族が多いと思うし、そういう家族に行くんだったら英語力はもうそんなにいらないと思う。子供とずっといるわけでずっと日本語で喋るし、でも家族にやっぱこれしてほしいとか、これはこういう風にしてほしいって英語で言われたりするし、一緒に生活するわけだから、ちょっとの日常会話力があれば大丈夫かな。子供には日本語で、なんか親には英語みたいな感じ、私の家はそう、じゃあもう家の中で全部なんかもう日本語っていう家庭もあるのかな、中には。あると思う。お母さんだけ日本人っていう家族もいたし、でお父さんもすごい働きに行ってたところだったら、もう多分ずっともう日本語しか喋れなかっただろうし。なるほどね。英語を学びに行くっていう感覚で行くと、ちょっと違うかなっていうところもあるかな。ちょっと、そういうところはでも最初に書いてあるんだよね。なんか多分応募のところに日本語だけ喋れる人とかさ、そう諦めないで探せばよかったかもしれない。探したらいたのかもしれないけど、私も結構早く行きたいっていう気持ちもあったからし、5個面接した中でやっぱり日本語だけ、もうほぼ日本語だけって言われたところだったから。なんかオペアの仕事はなんか必要なその資格、なんか例えば運転免許とかもあった方が便利、なんか国際免許とか。なんか免許なくてもいいとは言われてるけど、もうほぼ 98% ぐらい持ってないと見つけにくい。なんか主な仕事が大体送り迎えだから、何かあった時にやっぱ運転をできた方がいいし、アメリカも車社会だから。そうだね。そう車ないと不便だもんね。でも私も運転がすごい苦手だったから、今の家族の選んだ結構一番大きな理由は子供の送り迎えしなくていいっていうところです。でも国際免許持っとけばちょっと選べる幅がちょっとは広がると思う。決まるのも早くなるだろうし。でも怖いよね、日本とさ運転のあれが逆じゃん。左ハンドルプラスなんか、日本と真逆だからちょっと怖いよね。本当に怖い。わかる最初はね。運転アメリカの人怖い。ブブブブブだからね。そうシュッて入ってきたりするし、へーみたいな。怖いよね。子供乗せてるっていうとさらにちょっと緊張するもんね。ベビーシッターで絶対失敗できない。はい。じゃあ今日の動画はここまでになります。でこの動画はパート2に続くので、ぜひそちらの方も後でアップした際にチェックしてください。でもしコメントとはるかについて、なんかオペアについてもっと知りたいということがあれば、ぜひ YouTube のコメントのところにコメントを残してください。そしたらはるかが多分答えをね、返せると思うので、インスタグラムをぜひぜひ、はるかのインスタグラムも載っけとくので、返事は遅くなるかもしれませんが、もし質問等があったらぜひ聞いてみてください。この動画面白いと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあまた次のパート2の動画でお会いしましょう。バイバーイ。